この世に存在するホールトーンスケールは2種類。黒鍵の数で覚えるといいと思います。前回の動画ではガーデンのコード進行を参照しながら藤井風がいかにブラックアダーコードを使い倒しているかについて見てきました。この動画はその後編になります。この動画ではタイトルにもありますようにブラックアダーコードを再定義します。ブラックアダーコードとは結局何なのか、そのファイナルアンサーがこの動画です。正直かなり濃い内容の動画になってしまいますが、音楽理論に詳しくない方でもわかるように丁寧に解説していきますので、ぜひお付き合いください。まずはちょっとだけ前回動画のおさらいをします。では、ガーデンの A メロ冒頭部分 C メジャーにて改めて演奏します。はい、これがブラックアダーコードでしたね。そしてこのコードの構成音すべてが C のホールトーンスケールに収まることを繰り返し確認してきました。では C のホールトーンスケールももう一度思い出してみましょう。ドからスタートして発鍵3つ、続いて黒鍵3つ。これが C のホールトーンスケールでした。ピアノの鍵盤上だと非常に覚えやすいスケールになってます。ここまでが前回の復習。ここからちょっとだけ新しい話をします。1オクターブの中には音が12個あります。このスケールをクロマティックスケール、半音階と言います。そしてホールトーンスケールは日本語で全音階と言います。音の距離的に半音2つで全音1つ。なので、ホールトーンスケールはクロマティックスケール半音階を一つおきに弾いたスケールになります。だから、ホールトーンスケールは12音の半分、6音でできているわけです。一つおきに弾いて6音ということは、弾かずに飛ばされたキーも6音あるはずです。なので、ホールトーンスケール、実はもう1セットあります。これも鍵盤で見るとわかりやすいです。黒鍵は2つのブロックの方、こっちを弾きます。そして発鍵を4つ連続。これがもう一つのホールトーンスケール。これを青丸で示してみましょう。はい。これで全てのキーに赤か青、どちらかの丸がつくのがわかると思います。この世に存在するホールトーンスケールは2種類。黒鍵の数で覚えるといいと思います。黒鍵3つが赤丸のホールトーン。黒鍵2つが青丸のホールトーン。赤丸の方、今便宜上 C のホールトーンスケールと呼んでますが、これ D のホールトーンスケールでも E のホールトーンスケールと呼んでも全て同じです。呼び方は6音分ありますが、赤い丸を見ていただければわかるように、スタートのキーが変わるだけで全く同じスケールを指しますよね。なので C のホールトーンスケールと呼んでるのはあくまで演奏を C から始めてるので、一番わかりやすい呼び名を選択しているというだけです。さて、では本題に入りましょう。この動画ではブラックアダーコードを次のように再定義したいと思います。ブラックアダーコードとは、ホールトーンスケール上の任意のコード。これが再定義されたブラックアダーコードです。これまではブラックアダーコードどのように定義されていたのか見ていきましょう。だいたい次の4つが用いられてきました。1、ルートに増4度、単7度、超9度の音を加えて作られる和音。ちょっとこれ C をベースに弾いてみます。こういう音になります。2番目、オーギュメントのルートの増4度下にベースを置いた分数コード。これも C ベースで弾いてみましょう。1と2は結果的には同じ音形になります。3番目、オーギュメントコードに対し、そのルートの全音上をベースに据えたスラッシュコード。これは最終的に C ベースで弾くとこういう音になります。なので1番目2番目と若干フォームも変わってきます。そして4つ目、分数オーギュメント。
だいたいこの4つが用いられてきてるんですけども、上の3つについては間違ってはいないんですが、これだと単なるフォームの説明に過ぎないんですね。で、音楽的にどんな意味を持つのかが残念ながら伝わってきません。4番目のこのシンプルさはすごくいいんですけれども、こちらは残念ながら定義として適切とは言えません。例えば C 分の E フラットオーギュメント、こういう分数オーギュメントの場合、こういう音になるんですが、これは C マイナーメジャー7という全く別のコードになってしまいます。このように分数オーギュメントにはブラックアダーコード以外のものも多数含んでしまうため定義として大雑把すぎます。なので既存の定義は自分にとってはどれもいまいちでブラックアダーコードに対してもやもやした思いを抱えていました。そんな折、サウンドクエストという音楽理論情報サイトをこのチャンネル常連の方から教えていただきました。このサイトではブラックアダーコードという呼び名が生まれた経緯が丁寧に解説されており、そこで紹介されていたブラックアダーコードの発祥となった動画、ジョシュア・タイプリーの YouTube 動画を見て、今までの僕のモヤモヤは完全に払拭されました。ブラックアダーコードの原点といえるこの動画、わずか3分53秒の動画ですが、とても重要なポイントがいくつかありました。順にそのポイントを見ていきましょう。まず動画冒頭です。One night, I was listening to Discount Idolmaster when I came across a very peculiar sound. はい、今鳴っていた曲、Guilty Eyes Fever という曲です。で、これ僕もこの動画で初めて知った曲なんですが、この曲は非常に重要なポイントになります。後ほど詳しく解説します。続けます。I didn't understand it. 9 sharp 5 no third, while complex, seemed like the best option. はい、この動画におけるブラックアダーコードの定義がこの部分です。見てお分かりのように、ジョシュア自身明らかに納得いっていないという言い方ですよね。僕と同じくジョシュアもこのコードをもっとすっきりと定義できるはずだと思っているように見えます。この後、知人にこのコードについて知っているか尋ねて回ったが、まだ回答は得られていないとも述べています。なので、このコードの最終的な定義というのは、実はまだ誰も行っていないと言えます。続けます。A 9 sharp 5 chord with no third is 9 sharp 5 no third. We find that yet again it lacked the third. このようにジョシュアはサードがない、ノーサードとかラックオブサードという言い方、こういう発言を何度も動画の中で繰り返しています。サードとはコードのルートから見て3度上の音のことを言ってるんですが、ジョシュアはこの点をとても重要視しているのがわかります。はい、この3つが重要なポイントです。ではこの中からまずポイント1について解説します。これがジョシュアの動画から引用したこの曲のスコアです。まず音で確認しましょう。この2小節目、実はこの2小節目のすべての音が C のホールトーンスケール内に収まります。詳しく見ていきましょう。まず最初のコード。これですね。はい。C ホールトーンの赤い丸にすべて収まってます。次のコード。これも C ホールトーンスケールに収まってますね。次もそう。最後も5度の音が省略されてますので、これも C ホールトーンスケールにすべての音があります。結局、この小節のすべての音が漏れなく C のホールトーン上の音なわけです。そしてこれから言うことがこの動画で最も重要なポイントなんですが、ホールトーンスケールは全ての構成音が完全な相互互換性を持っているということです。わかりやすく言い換えると、この4つのコードは実は全部同じコードなんです。信じられないかもしれませんが、これ論理的に説明可能なので後ほど説明します。で、とりあえずここでは分かりやすいデモンストレーションをお見せします。これらのコード、機能的に同じコードなので、コードの順番をどのように入れ替えても曲が破綻しません。まず順番逆にして音が上がっていくパターンにしてみましょう。次、順番を1、4、2、3にしてみました。同じく2、1、4、3ではこんな感じ。どう入れ替えても曲が破綻しない。これら4つのコードに相互互換性があることがわかります。
このようにフレーズ全体がホールトーンのみで作られている場合、専門的な言い方をすると、ホールトーンモーダルなフレーズという言い方をします。このギルティアイズフィーバーのフレーズはまさにお手本のようなホールトーンモーダルなフレーズです。これをポップミュージックに取り入れたのは非常に特別で画期的だと思います。僕がブラックアダーコードの再定義が必要じゃないかと思ったのもこの曲がきっかけです。ジョシュアがブラックアダーコードと命名するに至ったきっかけもこの曲でした。そのくらい重要な曲でしたので詳しくご紹介しました。以上、ギルティアイズフィーバーについての解説でした。ポイントの2つ目は特に解説はありませんので、次、ポイントの3つ目に移ります。サードとは先ほども言いましたが、コードのルートから見て3度上の音のことです。この音が不在であることがなぜそこまで重要なのか噛み砕いて解説します。まずドミナントとは何かからスタートしますね。ドミナントとは、C メジャー波長調で言えばソシレファ G7 のことです。はい、これがドミナント。ドミナント7という場合もあります。このドミナントは不安定な響きを持つため、より響きを安定させる方向に進行する引力を持ちます。その引力に従ってトニック、1度のコードですね。トニックに解決した進行、これがドミナントモーション。G7 から C ですね。ドミナントモーションと言われております。トニックは波長調でいうドミソですね。ドミナント G7 がなぜ不安定な響きを持つのか、その原因になっているのがトライトーンというものです。トライトーンは2つの音の間の共鳴の中で最も不協和で汚い響きを生み出すとされています。G7 の場合、シとファ、この2つのこの2音のインターバルがトライトーンになります。トライトーン、現代の音楽を理解する上で超重要なキーワードの一つになります。知らなかった方はぜひこの機会に頭の隅に覚えておいてください。日本語で言うと3000音と言います。トライというのはトリプルという単語からもわかるように数字の3を表す接頭語です。そしてトーンはホールトーンと同じ意味でホールを省略した言い回しですね。意味としては全音です。先ほどの G7 で改めて見てみましょう。で、青い丸も表示しておきましょう。C から始まって1、2、3。全音が3つ分でファに到達します。なのでトライトーンということです。さあ、ここでやっとジョシュアが何度も言っていたノーサードについて考えてみましょう。サードという音は G7 で言うと C の音になります。ノーサード、ラックオブサードというのは G7 なんだけど C の音が鳴っていないと言っているわけです。はい。再定義する前、従来のブラックアダーコードの定義に従ってフォームを確認してみましょう。G がベース音の場合だとこういう形が一つ。先ほどの定義1番ですね。もしくはこういう形。これは先ほどの定義で言うと3番になります。はい。いずれも確かにシの音が鳴ってませんね。シの音が鳴っていないということは、本来シとファによって生まれるはずのトライトーンの不協和な響きが失われていることを意味します。なのでもうこの時点で機能的にブラックアダーコードはドミナントとは別の何かだろうとジョシュアは考えているわけです。そして僕も彼の意見に同意します。以上、サードの不在がなぜ重要なのかの解説でした。次はホールトーンスケール上の任意のコードが全て同じコードとみなせるという論理的な証明をしたいと思います。これは9thとプラス 11th という2つのテンションノートを持つオーギュメント7というコードから説明できます。まず C から始まるコードで見てみましょう。まずこれが普通の C7 です。ドミソ C フラット。この4つの音でできています。このうちソの音を半音上げてみましょう。これが C のオーギュメント7というコードになります。9th とプラス 11th という2つのテンションノートを重ねてみます。こういう響き。これがオーギュメント7、9th プラス 11th というコード。このテンションノート2つを1オクターブ下げてみます。すると、はい、押された鍵盤を確認してください。なんか見覚えありませんか？そう、白鍵3つと黒鍵3つ。C のホールトーンスケールの構成音と完全に一致しています。次に D から始まるコードを見てみましょう。これが D7。ラの音を半音上げて D のオーギュメント7。
テンションノートを2つ追加するとこうなります。テンションノートをオクターブ下げてみましょう。D の音から始まってますが、構成音は先ほどと全く同じですね。オクターブ上のドと合わせて白鍵3つと黒鍵3つ。同様にして E、F シャープ、G シャープ、A シャープを起点にしても構成音は完全一致します。この6つのコードはすべてド、レ、ミ、ファシャープ、ソシャープ、ラシャープという6つの構成音を持ちます。構成音が完全一致するので、すべて同一のコードとみなせます。しかも、その構成音は C のホールトーンスケールそのものです。なので、ホールトーン上の任意のコードはすべて一つのコードであり、その単なるボイシング違いだと解釈することができます。以上、ホールトーンスケール上のコードがすべて同一コードとみなせる論理的証明でした。ホールトーンスケールだけが持つこの相互互換性を藤井風のガーデンで確認してみます。A メロ冒頭で実験してみましょう。本来の演奏がこちらです。この右手の構成音を総読解してみましょう。すべて1前音ずつ上に移動すると全く違う構成音になります。全く音楽としては破綻していない。機能的に何も変わっていないです。次はベース音を変えてみましょう。ベース音を C にしてみます。これでクロマティックアプローチではなくなります。次はもっと大胆にフォームもまるっと変えてみましょう。E からホールトーンスケール上の隣接音をまとめて5つ弾いてみました。むしろこっちの方がかっこいいぐらいのサウンドですね。全く破綻していないことがわかります。実を言うと、ジョシュア・タイプリーの動画を見て最初に頭に浮かんだのは、ブラックアダーモードという言葉でした。ポップミュージックの中で用いられるホールトーンモーダルなフレーズやアレンジを表す言葉として新たに定義すべきだと思いました。ギルティアイズフィーバーの実例が念頭にありました。しかし、いざ動画を作り始めると、どうしても話が飛躍しすぎてしまう。やはり、ブラックアダーコードという言葉の再定義にまで踏み込まないと他人には伝わらないなと思い、方針転換しました。結果的にそれは正解だったと今では確信しています。ジャズの世界では正直ホールトーンというのは軽視されています。熟練の演奏者でも個性を出すのが難しいスケールだからです。しかしそれは裏を返せば初心者にも使いやすいスケールだということを意味しています。ホールトーンスケールがポップミュージックと親和性が高いことは間違いないと思います。個人的にポップミュージックの最高峰はドビュッシーだと思ってますが、彼はホールトーンスケールの使い手として有名です。今回の再定義によってブラックアダーコードのポテンシャルが見直され、今までなかったような斬新なサウンドを生み出す呼び水になってくれればこんな嬉しいことはありません。では最後に藤井風きっかけで始まったこの動画ですので、締めも藤井風に登場願おうと思います。彼はブラックアダーコードという名前すら知らない可能性があるという話です。次の動画をご覧ください。これ星野源の恋という曲のカバーなんですが、この動画がアップされたのは2017年1月27日。ジョシュア・タイプリーがブラックアダーコードの動画をアップする約4ヶ月も前の動画です。もうすでに鍵盤を全く見ないくらいにこのコードを引き込んでいるのがわかります。もしかすると現在もブラックアダーコードという名前は知らずに使っているのかもしれません。以上、いかがだったでしょうか。疑問、質問、反論、賛同、何でもお気軽にコメントお寄せください。音国堂でした。さようなら。